美味しいですね。なんかお肉すごい柔らかいですね。全部その素材からいくんですね、仕込みを。そっちの方がやっぱ美味しいから。出してるのも自分が好きだから出してるのはあげます。トンテキとハンバーグとオムライス。夜は何時まで働くんですか？夜は4時とか3時4時とかまでなんか仕込みしたり片付けしたりなんか。おはようございます。お願いし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 ます。鍵がめっちゃ硬くてなんかどっかにはまれば開くんですけどあ、いた。よろしくお願いします。お願いします。小川です。あ、岩崎です。よろしくお願いします。です。お願いしまお願いします。岩崎です。お願いします。名前が岩崎です。年齢が31歳です。お願いします。お願いします。関係ないし、少ないですか。した方がいいぐらいですか。ご出身はどちらになるんですか？出身長崎です。18から18から20歳まで学校に行きました。で、どこかで朝です。働いて、独立は29歳。最初曲がりで1年ぐらいやってました。で、物件探しながら。で、去年の9月に決まって12月にオープンしました。よく来るとこだったんですか？は来たことないです。初めて。本当は最初都心の方で働いてて、で物件探したんですけど高くて、高いしないし競合に負けるしで、ちょっと範囲広げてみようって思ったらたまたまここを見つけて来ました。そこから行けば徒歩15秒、走れば5秒ぐらい。近いね。超近いんですよ。仕込みが、あ、ごめんなさい、エプロン逆だった。緊張してますもしかして？あ、してもよ、もちろんします。あ、本当ですか？しますね。結構なんかもう慣れられてるのかなってぐらいすごい。いや、私よくなんか表情があんま出ないって言われます。マジっすか？はい。確かに結構平気そうな感じを見受けたんですけど。いや、今めっちゃお腹痛いです。申し訳ない。やめて。お腹痛いと。お米を研ぎます。珍しいですね、釜。そうですよね。結構大変です。やっぱ炊くのが急いで炊かないといけないんでなんていうんですか。私がドタバタしてると炊き忘れたりとかします。一つで9人か10人ぐらい来ます。営業中はずっと炊きっぱなしっていう、なくなったら炊いてなくなったらあ、そうですね。はい。ちょうど席が12席なんで、できるだけ炊きたてを炊いてちょうどいい感じです。お米は山形県のつや姫ってお米を使ってます。これ知り合いの飲食店の方が使ってて、美味しくてそこから紹介していただきました。今って本当に一人だけで回してるんですか、営業は。はい、そうです。一人で人を雇うか雇わないかちょっと今悩み中って感じです。アルバイトさんとかパートさんとかははい。いるんですか？いや、いないです。すごっ。本当どうしようって感じです。あえてワンオペでやってる理由とかがあれば。なんか全然ちっちゃいお店なんで、まだ始めたばっかでなんか人雇うって特に考えてなかったぐらいですかねとか。すごい厚切りですね。ですね。やっぱトンテキといえば。これで何グラムぐらいあるんですか、一つに。これでどのくらいだろう。170ぐらいはあると思うんですけど。めちゃくちゃボリューミー。そうですね。結構ボリュームは満点です。やっ
ぱ男性人気高いですね。トンテキは出ます。やっぱトンテキが一番出るか。そうなんだ。次ポテサラを作ります。あれですか、ご両親がいい職業とかを。あ、全然違います。あ、違うんですか。普通にサラリーマンと専業主婦で、でもお母さんがなんか多分お菓子作りが好きだったのかなんか家にちっちゃい頃からお菓子作りの動画がすごいいっぱいありました。なんかパティシエになろうと思ったのは多分幼稚園生とかめっちゃ序盤ですね。そうなんですよ。多分お母さんの影響だと思うんですけど、作ったりもしてたはずです。はい。18で東京に来ました。なんか福岡はたまにやっぱ長崎の人が遊びに行くとしたら福岡行くじゃないですか。はい。でなんか何回も行ってたから東京行ってみようかなって思いました。でもまさか東京でお店を出すとは思わなかったですけど。自己資金で。はい。もうずっと貯金をされててですか。そうですね。はい。リスクって言ったらですけど。あ、そうですね。怖ないですか、出すの。確かにそれはあります。でもそれもあるから曲がりをしてたっていうのもありますね。曲がりでちょっと自分のやりたいメニューとかやったりして、で曲がりはもうやめようと思えばすぐやめられるんで、いろいろやってみてお店出した時のためになりましたね。いけるって自信あったんですか。いや、まあそんなのない全然ないです。勢いできました。方に行ったなんか宮城っていう中華屋さん美味しかったです。だいぶ確かに。何の食べ物が一番好きですか。好きな食べ物はお肉。あ、トンテキ好きです。でもその出してるのも自分が好きだから出してるのはあります。トンテキとハンバーグとオムライス。もともと何のお店やるか全然決めてなくて、なんか定食やろうと思って、でメニューをどうするかってなって自分が好きなトンテキオムライス、ハンバーグを出したら、なんかその食べログになんかお客さんが洋食屋さんって書いてて、だから洋食屋さんにしました。お名前の長途亭っていうのはどこから。長途亭は長途っていう私が飼ってる猫の名前です。長途くん。超可愛いですよ。親バカなだけですね。肉っす。肉やった。あ、それが長崎なんだ。そうですね。中とか大井町で泊まってるから来てみたいな感じです。何県か忘れました。奥久慈蘭かな。それより全然安いですね。
全部その素材からいくんですね、仕込みを。あ、そうですね。あんまり既製品使ってない。そっちの方がやっぱ美味しいから。子供がなんか美味しいとかなんか黙々と食べてるの見るとすごいなんか嬉しいですね。常連さんがやっと最近ついてきたかなって感じではあります。お客さんが昼が多いです。なんか夜は本当食事しながらみんな飲んでって感じなんで、滞在時間が結構長めだからそんなに開店とかじゃないので。坪数ってここちなみに何坪ですか？ここは11坪です。11坪。はい。ちなみに集客今やってるはい。人でいうとどういう系、やっぱその SNS 系が多いんですか？そうですね。それだけですね。食べログも登録はしてますけど、特に集客のあれとかやってないです。なんか集客最初不安でしたけど、なんか本当オープンして3日目ぐらいの時にそのシェアレストランの社長さんが来てくれて、その方がなんかインスタのリールを上げたらそれがすごいなんかバズってお客さんいっぱい来てみたいな。で引っ越して買いました。ペット可のとこに。でやっぱなんかあのソース全然違うじゃないですか。あのソースめっちゃ見てくださったんですよ。はい。ちょっと予習しようかな。やべえですね。これは牛豚合いびきです。どれぐらいとかあります？割合とか。割合は豚の方が多いです。うーん。そっちの方がなんか好きなんで。途中でなんかあれですか？お客さんいないと。いつがいい逆にいいかはちょっと、はお肉屋さんと一緒に作っててタコス自体を、はい。トルティーヤはだけ決まりました。トルティーヤだけいや楽しみですね、ケバブ屋さん。ワクワクするです。でもそうですよね。一人で対応するってなったら。
私はでも全然朝は遅いです。本当はいつも10時とかに来てます。でなんか夜中やるタイプなんで。あ、じゃあ営業終わりのはい。10時ぐらいからまた10時半とかからはい。仕事されるってことですか？あ、そうですそうです。だいたい朝はゆったりめにして、はい。夜は3時4時とかまでなんか仕込みしたり片付けしたりなんか事務作業やってみたいな。めっちゃ働くじゃないですか。そうなんですよ。ちょっと後で動画を見てもらおう。お願いします。はい。確かにそこまで考えてなかった。に仕込まれてて、はい、あらかじめもう一気に仕込んどいて。大変そうに。ガトーショコラです。デザート。はい。自家製。自家製です。僕もお兄ちゃんが僕もお兄ちゃんが僕 YouTuber なの。僕もお兄ちゃんがご兄弟もじゃあ、ご兄弟もじゃあ、
チーズソースハンバーグとあとふわとろオムライス。
お願いします。あれケチャップオムライスです。どっちも人気ですか？そうですね、半々ぐらいな気がします。今日は何を注文されたんですか？今日はトンテキです。美味しいです。なんかお肉すごい柔らかいですね。なんかちょっと生姜焼きっぽい感じもあって美味しいです。何回目のご来店なんです初めてです。か？どちらからお越しになりこの辺ですけど、ちょっと来てみたかったんで。はい。YouTube かなんかインスタかなんかで見た気がして、はい。なかなかね、なんか機会なかったので、たまたまこの辺来る用事があったんで、はい、来てみました。確かに俺たち芸人なのに手がたくさんね。はい、そうですね。
すぐ始めないと思った。これでほら。目標とか、はい、店舗こうしていきたいみたいなのがあれば教えてください。目標は2、3店舗お店を出したいです。いつまでにとかっていうのはあるんですか？いつまで？そうですね、とりあえずまだ半年なんでここオープンして、ちょっともう少し1年ぐらいはちょっとここをもっと頑張ってゆくゆくはしたいと思ってます。いつも来てくださるお客様に一言いただければ。本当毎日たくさんの方にお越しいただいて、なんとか頑張れてます。これからもよろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございます。